こんにちは、のすけです。2024年に作った沸騰冷却 PC、ターモサイフォンという方式で CPU を冷却しています。少しおさらいすると、液体が蒸発する時の気化熱で CPU を冷却、蒸気をラジエーターで冷やして液体に戻すという方式です。沸騰しやすくするために、液体には沸点が61度と低いノベック7100を使用し、真空ポンプでマイナス 60kPa 程度まで減圧しています。で、結果は、Ryzen 7 7765W に CPU-Z で負荷をかけると、CPU 濃度が96度まで上昇。ターマルスロットリングされないギリギリ。つまり CPU を十分に冷却することはできませんでした。ということで今回は、沸騰冷却 PC の冷却性能を改善していきたいと思います。なぜ十分に冷却できなかったのか、コメントであったものを並べるとこんな感じ。まずそもそもなぜ気化熱で冷やしたいのか。これは水を循環させて非熱で冷やせばいいじゃん。つまり水冷でいいじゃんというコメント。端的に答えるとロマンだからなのですが、物理的理由もちゃんとあります。水の比熱は約 4.2 ジュールパーグラムケルビン。これは水 1g の温度を1度上げるのに 4.2 ジュールの熱が必要ということになります。次にノベックの気化熱は126ジュールパーグラム。これはノベック 1g を気化させるのに126ジュールの熱が必要ということになります。つまりノベックが気化するときに奪う熱は水の温度が1度上昇するときに奪う熱の30倍になる。なので気化熱の方が CPU を効率よく冷やせるはず。実際に気化熱を利用して熱を移動させているのが、皆さんもよく知っているヒートパイプという装置で、沸騰冷却 PC というのはでっかいヒートパイプと考えてもらって良いと思います。次にノベックの気化熱が小さいからではというコメント。確かに水と気化熱を比較すると、水の気化熱は2250ジュールパーグラム、ノベックの気化熱は126ジュールパーグラム。なので水の方が気化熱は大きいのですが、水の沸点はノベックより40度高くなっています。なのでポンプの限界であるマイナス 80kPa まで減圧しても、沸点は60度程度です。以前マイナス 80kPa まで減圧して実験してみましたが、CPU を十分に冷却することはできませんでした。ということで3つ目は、銅プレートから液体への熱伝達が悪いのではというコメント。ちなみに熱伝達というのは固体から液体への熱の移動のことで、同一の固体内での熱の移動のことは熱伝導と言います。これはさもありなんですが、いくつか補足すると、上部のこの辺りが液体に使っていないのは問題ではないと思っています。というのは熱伝導には広がり角というものがあり、熱は45度の広がり角を持って伝わるそうです。CPU のヒートスプレッダーの大きさは 30×30mm、同プレートの厚さが 5mm なので、40×40mm の範囲があっちっちになっているはず。つまりだいたいこの範囲。下部のこの辺りでは沸騰していないので、おおよそ合っていると思います。つまり上部のこの辺りが液体に使っていなくても大きな影響はないと思っています。次に沸騰の泡によって熱伝達が阻害されているのではというコメント。これも考えにくいです。というのは熱伝達はドライアウト直前、完全に液体がなくなる直前の熱伝達が最も高くなります。なので全く液体に触れていないところ、気泡のないところの熱伝達は低いですが、気泡が発生するぐらい液体に使っているところの熱伝達は悪化していないと思います。ただ脈動して水位が低下、銅プレートが完全に乾いてしまっている時間は熱伝達が悪化している可能性が高いです。最後は熱伝達面積が小さいのではというコメント。これが一番怪しいです。熱の移動を式で表すとこんな感じ。移動する熱の量 Q は電熱面積 A に比例します。これまで使っていた銅プレートは申し訳程度に溝を掘っていただけなので、電熱面積は真っ平らのものとほぼ同じになっていました。
つまり液体との電熱面積を増やすことで冷却性能が改善できるはず。ということで今回はこんなものを用意してみました。銅の金属多孔質体、ポーラスメタルと言われるものです。スポンジみたいに穴がたくさん開いていて、表面積を数百倍にすることができます。つまり銅プレートにポーラスメタルを接着して電熱面積を大きくしようという算段です。今回は香川県にある長峰製作所さんからサンプルを提供していただきました。ありがとうございます。長峰製作所では銅だけでなくステンレスやチタン、銀のポーラスメタルを扱っているようです。ポーラスメタルはどのように作られるのかというと、発泡ポリウレタンフォームでスポンジを作って、そこに銅などの金属を塗着させて焼結。焼結時にポリウレタンが燃焼し、穴が開くみたいです。この銅のポーラスメタルを銅のプレートにハンダで接着します。あらかじめ銅プレートには穴を開けておきました。ハンダにはこのソルダーペーストを使用します。融点138度の低融点ハンダで、嘘か誠か銀を含有していて熱伝導性が良いらしいです。まず厚紙に接着の目安を書き込みます。ポーラスメタルの大きさは 35×35mm。カッターで真ん中を切り抜きます。厚紙を銅プレートに固定して、ソルダーペーストを塗布。リフローする時の最適な塗布量がわからなかったので、適当に厚紙の厚さ 0.5mm ぐらい塗布しました。塗布ができたら厚紙を剥がして、ポーラスメタルをソルダーペーストにのせます。はみ出さないように慎重に。一家に一台のたこ焼きマシンでリフローをしていきます。赤外線放射温度計で温度を確認しながら、ハンダが溶けるのを待ちます。ハンダが溶けて煙が出てきたので、スイッチオフ。温度が冷めるまで1時間ほど放置します。室温まで温度が下がったようです。焼き色が綺麗。ハンダもうまくついているみたい。銅プレートにポーラスメタルを接着したので、水枕のカバーも作り直します。ポーラスメタルの厚さが 5mm なので、カバーの空間は余裕を持って 10mm としました。前回と同じようにカバーの部分は 3D プリンターで召喚。やっぱりサポート材が剥がれなかったので、ノコギリでギコギコして剥がします。透明レジンの光造形は難しい。表面がガビガビなので、ヤスリで面を出します。さらにダイヤモンドヤスリで仕上げておきます。表面にアクセサリー用のレジンを塗ります。カットしておいたアクリル板を貼り付け、3D プリンターのレジンは温度が高くなると歪むので、ボーリングの面圧を保つためにアクリル板を貼り付けています。あと接着にアクセサリー用のレジンを使うのは固まる前に気泡を抜くためです。手で圧力をかけて大きな気泡を抜いたら、重しを乗せて一晩放置。気泡が完全に抜けたら UV ライトでレジンを硬化させます。UV ライトで十分に硬化するとこんな感じ。アクリル板の四隅に余計な部分があるので、リューターで削っていきます。ネジを切るためにボール板で下穴を開けて、タップでネジを切れば完成。ネジを切っている動画は撮り忘れました。カバーが作れたら銅プレートと合体。秘密を保つためにオーリング紐を使用します。オーリングの切れ目は薬品耐性のあるシール材で接着。ヘルメティックの FC700 というのを使っています。銅プレートと合体させてシール材が乾くまで一晩放置。こんな感じでポーラスメタルが見えるようになっています。早速 PC に取り付け。とその前に今回からちょっと構成を変えました。GPU は Ryzen 5 5500GT65W にダウングレード。というのは
以前使っていた7700はメイン PC に使ってしまっているので、ベースとなるリテールファンの冷却性能を確認しておきました。結果がこちら。CPU-Z で負荷をかけて6分後の CPU 温度は85度。なのでこれが基準になります。ということで水枕を取り付けていきます。CPU グリースは MX4 を使用しています。ボーラスメタルありの水枕を取り付け、配管を取り付け、ノベックを注入して、真空ポンプで減圧、室温が25度、ノベックの飽和蒸気圧であるマイナス 60kPa ぐらいまで減圧できました。準備ができたので電源投入。ちなみに C3HDD がなぜか復活していました。またすぐにダメになりそうですけど、しばらくすると CPU に負荷をかけていなくてもボーラスメタルから気泡が出てきました。これは期待できそうです。早速負荷をかけてみましょいきます。ボーラスメタルから大量の気泡が出てきました。気泡の大きさがボーラスメタルなしより細かいような気がします。ただ全く空の状態からノベックを注入したので最初は水位が安定しませんでした。約6分後、水位も安定しています。CPU の温度もサチュレートして78度。時系列のグラフで比較するとこんな感じ。ディテールクーラーに対してボーラスメタルありの沸騰冷却は約8度温度が低下するという結果が得られました。ただ一つ気になる点が、前回より消費電力がだいぶ小さい。前回の 7700 は約 90W だったのに対して、今回の 5500GT は約 60W。これでは前回のボーラスメタルなしとの比較ができない。ということで、ボーラスメタルなしで再テストをしてみました。結果がこちら。ボーラスメタルなしの6分後の温度は79度。つまり、ボーラスメタルによる温度の低下は1度程度しかありませんでした。ということで、ボーラスメタルによる効果は期待していたよりも小さい結果となりました。多分 CPU を7700に戻しても前回と同じ96度程度になってしまうと思います。また改善方法を考えようと思っていますので、チャンネル登録をして気長に待ってもらえると嬉しいです。ではでは。